こんにちは。このシリーズではリバーポッドについて全部で4回に分けて解説していきます。第4回の今回は応用編です。それでは最終回やっていきましょう。最初はセレクトから。前回の動画で説明した通り、コンシューマーウィジェットから状態を見る方法は、Watch、Listen、Read がありますけども、この時状態の全体ではなくて一部分だけを知りたい時があります。こんな時のために用意されているリバーポッドの機能がセレクトです。セレクトは状態の中の一部分だけを Watch や Listen するコードなので、それ以外の部分が変わった時はウィジェットは何も反応しません。セレクト、つまり選んでおいた部分のデータが変わった時だけウィジェットはそれに気づけるような仕組みになっています。これは前回解説した Watch のコードですね。この時、プロバイダーの名前を書いたこの後ろの部分に注目してください。ここに .select とカッコを書いた後、矢印の左側に state、で、右側に state.xxx という書き方をすることで、状態の xxx の部分だけを選んでウォッチすることができます。この書き方がなんかイメージしづらいなという人は、例えば状態が四国だった時に、その四国のうちの香川だけを選ぶみたいな書き方になってるんだなと覚えておいてください。state という状態のうち x の部分だけを選んだというコードになっています。ただ、実際にはわざわざセレクトをこねくり回してコードがややこしくなってしまうくらいなら、バラバラの状態で管理しておいた方がわかりやすいってことも多いので、実はそんなに使う機会が少ないということで、今回は応用編に入れてみました。というわけで、セレクトのコードをダイジェストでお届けします。さっき話した例に合わせて、香川、徳島、高知、愛媛の人口を合わせて、四国というクラスを作っておきましょう。こういう風にいくつかデータを合わせたクラスを作るときは、私の他の動画でも説明してるんですけども、できるだけフリーズとのパッケージ使ってください。今回は他のパッケージのコードを混ぜちゃうとややこしくなるので、自分でコピー with とか必要なコードを揃えていくことにします。はい、今回は Listen でセレクトしてみました。Watch は全部の件しているので、数字は全部増えていくんですけども、Listen の時は香川だけを選んでいるので、香川の時だけスナックバーが表示されますね。気になったらまた概要欄から見ていてください。じゃあ次のキーワード行きましょう。ビルドとオンディスポーズについて。実はプロバイダーで状態管理されているデータは最初からあるわけではなく、アプリが動き出したばかりの時はデータがありません。そしてどこかの画面のどこかのウィジェットが状態を見に来た時に初めてノティファイヤーさんが急いで最初のデータを準備してくれます。この最初のデータの準備のことをリバーポッドでは状態のビルドと言います。フラッターではいろんなところでビルドっていう言葉が出てくるんですけども、新しく何かを作ったり動かしたりするという意味なので、あまり難しく考えなくても大丈夫です。一度ビルドされたデータは、その後他のウィジェットがウォッチしてきてもそのままで、さらにまた別のウィジェットがウォッチしてきてもそのままそこにあります。しかしこの後、どれかのウィジェットがウォッチするのをやめて、また別のウィジェットが画面が消えたとか何かでウォッチするのをやめて、ついにどのウィジェットもウォッチしなくなったその瞬間、ここでもう一度ノティファイヤーさんがそれに気づいて誰にも使われなくなったデータを捨ててくれます。このデータを捨てるタイミングのことをオンディスポーズと言います。データを作るタイミングがビルド、捨てるタイミングがオンディスポーズです。ここでドルマークノティファイヤーのコードを見てみましょう。ここにビルドっていう関数を書きましたよね。これが最初のデータを用意しているところになります。例えばここにデバッグプリントで誰かにウォッチされたのでデータを準備しますと書いてみましょう。そんで次にそのままビルド関数の中に ref.onDispose と書いて、で、カッコの中に誰にもウォッチされなくなったのでデータを捨てますと書いておいてください。このビルドの中に onDispose のコードも書くのってなんかちょっと気持ち悪い感じするかもしれないですけども、現在のリバーポッドの書き方だとこんな感じでいきます。それではここでちょっとした実験をしてみましょう。適当な画面を3つ作って1、2、3の順番に進んでいきます。1の画面はただのウィジェットで、2と3の画面はコンシューマーウィジェットを使って今作った状態をウォッチします。さあ、どのタイミングでビルドとオンディスポーズが呼ばれるでしょうか？今もう1の画面が表示されていますが、まだ何も出ていません。2に進んでみると、誰かにウォッチされたのでデータを準備しますと出てきました。で、3に進んでも何も起こらず、2に戻っても何も起こらず、で、1の画面まで戻ったら、はい。誰にもウォッチされなくなったのでデータを捨てますと出てきました。これでいつデータが作られていつデータが捨てられたのかが分かりやすくなりました。もう少しだけ詳しく確認しておきましょう。例えば3番目の画面だけボタンを置いて数字を増やせるようにしてみます。
そんで2の画面に戻ったり行ったり来たりしてみても状態はそのまま残っていますけども、最初の画面まで戻ってまた2に進んでみると、一回データが捨てられて新しく作り直されたので、またゼロからやり直しになっちゃいました。このデータが残ってたり捨てられたりっていうところがこの次の話につながってきます。Keep alive。今見せた通り、誰もウォッチしなくなったデータはリバーポッドの仕組みで自動的に捨てられてしまいますが、これを捨てられないようにしておくことができます。このデータが捨てられないように残しておくことを Keep alive と言います。これのやり方はめちゃくちゃ簡単で、ドルマークノティファイヤーのコードの上の部分、アットマークリバーポッドっていう部分の先頭を大文字の R にして、これで後ろにカッコをつけられるようになったので、このカッコの中に Keep alive true これだけです。なんかこの先頭を大文字にして後ろにカッコをつけるの、秘密の階段が出てきたみたいでワクワクしますよね。そんなこともないか。ここら辺のコードをいじった後はちょっとめんどくさいですが、毎回例のコマンドを発動させておいてください。さあすると、これでデータが勝手に捨てられることがなくなったので、数字を増やして1の画面まで戻ってきたりしても、ほら、状態がそのまま残っていますね。便利だからといってこれ使いすぎると本当にいらなくなったデータとかもずっと残ってしまうので、使いすぎには注意してください。今紹介したデータを残しておくことを Keep alive と言いましたが、それに対して自動で捨ててくれることを Auto dispose と言います。前から勉強していた人は少しだけ注意があって、リバーポッド1では何もしなくてもデータが残るようになっていました。なのでデータを自動で捨ててほしい人は Auto dispose の方を勉強して使ってねという感じでしたが、リバーポッド2からは基本的にデータが全部捨てられるようになりました。なのでデータを残しておきたい人だけ Keep alive を勉強して使ってねという風に変わりました。この反対の方を詳しく勉強しなきゃいけないのってなんだか不思議ですよね。男だったら女の気持ちを勉強して、女だったら男の気持ちを勉強してみたいで、本当に知らなくちゃいけないのは自分自身のことじゃないのかよとか言ってね。どうしよう、また名言が生まれてしまった。また編集が大変になる。他にもここら辺の機能っていっぱい考えられてて、強制的にデータを捨てて作り直すレフリフレッシュとか、あとレフキープアライブとかっていう関数も使っていろいろやることで、使われなくなったデータでも5分間だけは残しておくとか、そういうコードも書けるんですけども、まだちゃんとリバーポッドチームの意見が揃ってないみたいで、またいつか大きなニュースがあったらそこら辺は動画にしたいと思います。では次に行きましょう。ベーシックプロバイダーというものの使い方をプロキシ、ロジック、キャッシュの3つに分けて紹介していきます。まず、ベーシックプロバイダーというのは何もないただの箱みたいなプロバイダーのことで、正式名称はプロバイダーだけです。他のプロバイダーと区別したいときにベーシックとつけてベーシックプロバイダーと呼んでいます。ベーシックプロバイダーは中身を変えるためのノティファイヤーがいません。このプロバイダーの最大の特徴は、なんとレフを持っていることです。厳密に言えば、これ以外のプロバイダーたちもみんな実はレフ持ってるんですけども、役に立つのはこのベーシックプロバイダーだけだと思って大丈夫です。ベーシックプロバイダーはレフを持っているので、ウィジェットでもないくせに他のプロバイダーをウォッチできます。もちろんノティファイヤーをリードすることもできちゃいます。さあ、パズルが好きなそこのあなた、楽しくなってきましたね。なので、ベーシックプロバイダーを直接変更するノティファイヤーはいないけど、他のプロバイダーをウォッチしてる時もあるので、中身が全く変わらないというわけではありません。これがあるおかげで可能性が無限大に増えるので、使い道は本当に自由です。なんならリバーポッド作った作者さんは、このベーシックプロバイダーをうまくアレンジして、コンシューマーウィジェットを作っちゃったくらいです。だから本当は順番が逆で、さっきはウィジェットでもないくせにレフ持ってるとかなんとか言ってたんですけど、ウィジェットのくせにレフを持っているこの人が特別だったということですね。さあ何はともあれベーシックプロバイダー作っていきましょう。まず上の2行はドルマークノティファイヤーと同じです。ここにはファイル名が入ります。コード本体はたったこれだけ、ドルマークノティファイヤーとちょっと似てたり似てなかったりという感じで、こことここには中に入れておきたいデータの型とそのデータ本体。こことここにはベーシック、ベーシックレフのように何か好きな名前を左に書いた後、その先頭を大文字にして後ろにレフをつけたものを書いておきます。たったこれだけでコードは完成なので、あとはリバーポッドジェネレーターを発動させれば、ここに書いた名前を元にしてベーシックプロバイダーというプロバイダーが自動で作られます。やってみましょう。コピペで一瞬ですね。ベーシックレフにしてとコマンドを発動させれば、
はい、できました。ここにレフと書いてあるので分かりやすい通り、この関数の中でウィジェットと同じようにレフウォッチを使ったり、ノティファイアをリードしたりとかできます。じゃあこれが一体どんな役に立つのか、今からいくつか便利な使い道の例を紹介していきます。一つ目はプロキシという使い方。例えばここに3つの状態があったとしましょう。そこに今説明していたベーシックなプロバイダーを置きます。ご自慢のレフを使って3つそれぞれの状態をウォッチした後、その3つのデータを組み合わせて1つのデータにしておきます。するとこのベーシックプロバイダーも当然1つのプロバイダーなので、他のウィジェットからウォッチすることができます。ウィジェットから見れば必要なデータが1つにまとまっていてウォッチしやすい状態。で、この三つ葉というものを変更したり管理している人たちからすれば、わざわざセレクトとかしなくてもいいから使いやすいということで、それぞれのいいとこ取りができちゃいます。さっきも言っていた通り、このプロバイダーを編集するノティファイアはいないので、直接データをいじることはできませんが、細かい状態のうちどれか一つでも変更されると、ちゃんとそれをウォッチしているので、自動的にこのデータも変わって、それをウォッチしているウィジェットのデータも変わります。もしもウィジェットの数が多くなってきたとしても、そのまま一つずつデータをウォッチしていくとかなり複雑になってしまいますが、間にベーシックプロバイダーを挟むだけで驚きのコンパクトさを実現します。もちろんただただデータを合体させるだけじゃなくても、元々あった土台のデータに足りないピースを後からはめ込んで完成させるようなコードをすることもできます。これは DI という技術でよく知られてますけども、リバーポッドとの相性がすごく良くて、そこにこのベーシックプロバイダーが欠かせません。では、このプロキシもやっていきましょう。こうやって P1、P2、P3 の3つの状態を作っておいて、三つ葉を入れておきます。で、プロキシプロバイダーなんかを作って、その中で、レフウォッチ P1、レフウォッチ P2、レフウォッチ P3 と3つともウォッチしてから、リターン P1 たす P2 たす P3。で、そのプロキシプロバイダーをウィジェットからウォッチしておくようにすれば、画面に三つ葉と表示されました。この状態で P1 だけよに変えてみると、はい、ボタンを押した時に四つ葉になりましたね。さあ、どんどん行きます。次の使い方はロジックです。あ、なんか急にお酒が飲みたくなってきた。だけど、お酒は20歳にならないと飲んじゃいけません。なので、それをアプリにしてみましょう。年齢を表す状態を作っておいて、0歳からスタートですね。で、このレフウォッチで年齢エッジを見て、この下にデバッグプリントで、これからお酒が飲めるかどうかチェックします。if エッジが20歳以下なら、テキストは飲んではいけません。else で20歳を超えていたときは、テキストイコール、ひゃっはー、飲めるぜと書いておいて、このテキストを適当に画面に表示しておきます。で、例えば別の画面にボタンを置いて、このボタンで年齢をポチポチとどんどん年を増やしておくと、7歳とかだとまだ、飲めませんのままですね。で、もっともっと増やしていって、15歳とかでもまだ変わってないですね。はい。で、20歳になった時に、文字が変わりました。一応アプリの動きとしてはこれで何の問題もないんですけども、コード的には一つ良くないことがあります。それはウィジェットの中で毎回チェックしていることです。今のコードだとボタンを一回押すたびにこれからお酒が飲めるかどうかチェックしますと出ていますね。20歳になるまでこっちの画面の文字はずっと変わっていないのにウィジェットの中でコードが動いてしまっているというのはちょっと無駄なことです。今はシンプルなアプリなので別に大丈夫なんですけども、ウィジェットを無駄に働かせすぎるとだんだんアプリの見た目が遅くなってパッと動かない使いにくいアプリになっちゃう可能性があります。塵も積もればっていうところですね。なのでこのチェックをウィジェットじゃないところでしようっていうのが、お酒飲みたいじゃなくて、これですね。ロジックのためのプロバイダーです。さっきのように直接年齢をウォッチしてしまうと、毎回年齢が変わるごとにウィジェットの中でチェックしなければいけません。ですがこの真ん中に年齢のチェックなら俺に任せろというプロバイダーを挟んでおくと、7歳、ダメだ。15歳、まだダメだ。20歳、いいよという感じで、ウィジェットからすれば真ん中のプロバイダーが変わらない限り何も反応しなくていいので、実際には20回もデータが変わっているのに、画面を表示し直したのは、ノーからイエスに変わった時のたったの1回だけで済みました。という幸せが起こります。実際にそれをやってみましょ
アットマークリバーポッドでストリングロジックでロジックレフのレフですね。そんでウィジェットの中に書いてあったチェックのコードをここに持ってきて、ジェネレーターコマンドを発動させて、で、ウィジェットの方からは直接年齢をウォッチするんじゃなくて、今作ったロジックプロバイダーの方を代わりにウォッチすれば、はい、これで年齢が増えるたびにちゃんとチェックはしてるんだけども、ウィジェットの中では無駄なコードが動かないようにすることができました。これがロジックプロバイダーを使う方法です。まだまだいきますよ。次はキャッシュという使い方です。学校のテストって受けるのだるいですよね。はぁ、RubyDog さんたらまたうっかり高得点ばっかり取っちゃいました。困ったもんですね。暇だし平均点でも出してみましょうか。91足す85足す88足すっていう風にやっていくと、平均点はなんと90点だということが分かりました。どの教科も点数高いけど、特に高かったのはどれかな？小さい順番に並べたりして、はい、一番高いのは社会の94点だということが分かりましたね。真剣ゼミの漫画かよって突っ込みたいのは我慢して、もう一回だけ平均点を確認してみましょう。91足す85足す88足す94足すって2回も同じ計算をするのは無駄ですよね。こういう時にキャッシュのプロバイダーを使います。平均点と最高点のプロバイダーをそれぞれ用意しておいた後、ウィジェットから平均点を確認すると、1回目はもちろん計算が必要なんですけども、ですがその後最高点を確認したりして、で最高点の計算も終わった。この時、さっき動画で説明した通り、Keep Alive を使ってうまく設定しておくと、今使ってない方のデータも消えずに残っているので、2回目は無駄な計算をしなくて済みます。計算がめんどくさいデータは捨てずにリサイクルする、そんな SDGs なプロバイダーの使い方でした。ただ、これも実際結構難しい上級者向けのテクニックで、処理に時間がかかって結果がシンプルで小さいデータはもう二度と処理をしたくないので、今言ったように Keep Alive を使って貯めておけばいいんですけども、逆に処理は一瞬で終わるけど、結果のデータがめちゃくちゃ重たい関数とかもたまにあります。そういう時はデータをずっと残しておくぐらいなら、毎回いらなくなったらすぐ捨てて、必要な時に計算し直していった方がまだマシなので、一体このデータはどっちの方法を使った方がアプリの負担が少ないんだっていうところまでちゃんと判断できる人じゃないと使いこなせないところでもあります。コードの方は別に新しく説明することは何もないので、見たい人だけ見てみてください。はい、じゃあ次はプロバイダーファミリーを見ていきましょう。なんかいっぱい新しいのが出てきて大変なんですけども、もうちょっとでゴールなので頑張ってついてきてください。リバーポッドの便利さに気づいていくと、あれもこれも使っていて、同じプロバイダーをたくさん作りたくなることがたまにあります。コードの中身はほとんど同じなのに、いくつもリバーポッドのコードを書いていくのって正直結構大変ですよね。大変っていうレベルならまだマシで、実際にはアプリを動かしてみるまで、一体全部で何個のデータが必要なのかわからないっていう時もあります。そこで便利なのが、プロバイダーファミリーです。コード的にはほとんど普通のプロバイダーと書き方が同じなんですが、ウォッチとかするときに、日本のやつくれって言うと、日本用のプロバイダーを、アメリカ用のやつくれって言うと、アメリカ用のプロバイダーを、それぞれ専用に作ってくれるすごいやつです。プロバイダーファミリーはその名前の通り、プロバイダーのお家のような存在です。さてコードですが、ファミリーの作り方もリバーポッド1の時と比べるとだいぶ簡単になりました。まずはさっきまでと全く同じ書き方で、基本のプロバイダーを作ります。int ファミリーレフのレフですね。ここに引数を追加してください。何でもいいです。ストリング ID とか書いておけば大丈夫。たったこれだけで、このコードはプロバイダーファミリーになってくれます。一旦コマンドを発動させてエラーを消してと。例えばここで if もし ID イコール日本だったらリターン3。if ID イコールアメリカでリターン2。で、リターン0とかって書いておくと、日本の時は3、アメリカの時は2、それ以外の時は0というデータが入ったプロバイダーを作ってくれます。あとは普通のプロバイダーと同じようにウィジェットの中からレフウォッチとかするだけなんですけども、プロバイダーファミリーの時はそのプロバイダーの名前の後ろにどの人がいいか書いておきます。例えば日本にすると画面に3って出てきますし、アメリカと書いておけば画面に2が出てきました。もちろんそれぞれ別々にウォッチして2つとも画面に出すこともできます。1つしかプロバイダー用意してないのに、まるで2つプロバイダーがあるみたいな使い方ができましたね。これがプロバイダーファミリーの使い方です。さあ、動画もラストスパート。残りはこれを含めてあと2つです。
ここでついに登場してくるのが、ずっと影に隠れてたプロバイダースコープです。プロバイダースコープを使うとリバーポッドの世界を分けることができて、まるでパラレルワールドのように同じ世界なのに決して交わることのない空間を作ることができます。プロバイダースコープで分けられた世界の中では同じデータを使っているのに、それぞれの空間で独立した状態管理が繰り広げられます。普通アプリを作るときは全体を一つのプロバイダースコープで囲んでおけば十分です。むしろ下手にいっぱい分けてしまう方が状態管理ができなくなってしまいます。実際このシリーズの第1回の一番最後にしれっとアプリ全体をプロバイダースコープで囲ったことを皆様は覚えていらっしゃるでしょうか？しかしごくごく稀にこのプロバイダースコープをうまく使ってリバーポッドの世界を分けておきたくなることがあります。それはテストです。今回は学校のテストの話ではないのでご安心ください。アプリがちゃんと動くかどうかを実験してみることをテストと言います。例えばこのマイナスボタンを押した時にここに書いてある数字が1つ減って49になれば成功。こっちのプラスボタンも1つ増えて51になれば成功だとします。しかし実際には同じアプリなので状態管理によってこの2つのデータが同じ状態になっていた時、そうですね。勘のいい人はもうどうなるか分かったと思いますけども、マイナスボタンを押した時にこっちのテストのデータまで一緒に変わってしまいますよね。これはアプリ的には大正解で何の問題もない優秀な状態管理ができているんですけども、しかしテストの時だけは別で、プラスボタンを押した時に50に戻って、あれなんで51にならないのっていうことになっちゃいます。今これだけ見てたら減って増えたから50のままなんだなということはすぐわかりますけども、テストの数が多くなってくると一体どのテストでどの数字が減ったとかどこが影響を受けているのかっていうのが全然わからなくなってくるので、こういう時はテストごとにプロバイダースコープで混ざらないようにしておくのがいいです。テストのやり方自体はまた別の時に詳しくやっていくので、今回は普通のアプリの中でわざとプロバイダースコープを2つ使ってみたいと思います。何かプロバイダーを1つ適当に用意して、で画面を2つ作ってそれぞれプロバイダースコープで囲んでおいてみます。ボタンを押しながら両方の画面を順番に見ていくと、それぞれ別の世界でデータが変わっていってますね。逆に普通の時にこうやってしまうとこれはバグなので、間違えてプロバイダースコープで囲んでしまわないように気をつけてくださいね。ではいよいよラスト大取りはオーバーライド with です。動画的には最後なんですけども、そんな大した話ではありません。これはあるプロバイダーがあった時に、それをこっそりと偽物のプロバイダーと偽物のデータに変えちゃおうといういたずらっぽい機能です。例えば、ウィジェットがとあるデータをウォッチしている時に、こっそりそのプロバイダーにオーバーライド with を仕込むことによって、いわゆるフェイクデータと呼ばれる練習用のデータに差し替えることができます。ウィジェットのコードを全く変えることなく、ウォッチするプロバイダーを変えることができるので、ウォッチしている側からすると全く気づくことができません。これもコードのテストをするときにすごく便利で、例えばさっき話していたようなプロキシのプロバイダーがあったときに、この真ん中のプロバイダーだけ強制的にオーバーライド with で変えちゃえば、わざわざ細かいデータを一つずついじらなくても、ウィジェットがちゃんと動くかどうかのテストをしていくことができます。このオーバーライド with はプロバイダースコープごとに設定できるようになっています。なので、このテストの時は、これとこれを偽物のデータを使って、これとこれは本物のユーザーのデータを使ってとか、すごくエンジニアっぽいことができるので、いつかはみんなこれを使いこなせるようになりましょう。使い方はすごい簡単です。アプリを囲んでいるプロバイダースコープの括弧を広げて、オーバーライズと書いたら、さらにその各括弧の中に偽物にしたいプロバイダーをどんどん書いていきます。まずは本物のプロバイダーを作っておいて、Apple プロバイダーとかにしておきましょうか。リターンリンゴと。で、先ほどのこのオーバーライズの中に Apple Provider .override with で、その中にこんな感じで毒リンゴと書いておけば、Apple Provider をウォッチした画面からは毒リンゴのデータが入っているように見えます。もちろんこのオーバーライド with を消せば普通のリンゴが画面に表示されます。これでテストごとにプロバイダースコープを分けて、その中で上手に偽物のデータを忍ばせることができますね。さてさて、いかがでしたでしょうか？これで全ての説明が終わりました。パッケージから始まり、コンシューマーウィジェット、ステート、プロバイダー、ノティファイヤー、ジェネレーター、それぞれのイメージは少し見えてきたでしょうか？このアイコンちゃんたちもコードと一緒にどっかに公開しておこうと思うので、記事にまとめて勉強し直したい時とか、人に教える時の素材として自由に使ってください。問題はですね、実際のコードだと文字ばっかりで、せっかく今回分かったイメージがつきにくいことかなと私は思っています。一つのヒントとしては、プログラミングの用語は一番後ろの単語だけを見れば大体それが何かわかるようになっていることですね。
ステートプロバイダーならプロバイダーだし、ステートノティファイヤープロバイダーもプロバイダーだし、ステートノティファイヤーはノティファイヤーです。これは特別なことでも何でもなくて、ただ私は Ruby ドッグだから犬ですって言ってるのと同じことなんですけども、難しいことを勉強してる時っていうのはついついこういう当たり前なことすら忘れがちですよね。難しくても諦めずに、私の説明が全てではないので、もしこれ聞いても分かんなかった人は、ぜひいろんな他の動画とか説明を聞いてみてください。プロバイダーを鍵に例えて説明する人とかもいますし、全部ただのイメージです。というわけで、今回のシリーズでは皆さんの貴重なレフを使って私の動画を見ていただいて誠にありがとうございました。このチャンネルでは引き続きノティファイヤーを使って皆さんに通知が行くように動画をどんどん更新していきますので、ぜひ今回だけのリードではなくて、ウォッチしていただければ幸いです。それでは皆さんお疲れ様でした。また別のシリーズでお会いしましょう。See you next time. バイバイ。